皆さん、こんにちは、のぶです。本コーナーはアニメジャッキャラ友崎くんに関して感想や考察をしていくことで、ジャッキャラ友崎くんと原作者やゆうき先生のファンを増やしたいという投稿主の思いから始まったものです。今回の動画は原作のネタバレを含むものになっているので、ネタバレされたくないよって方はプラザバック、もしくはアニメ1話ごとに更新している本チャンネルのラジオの方に進むことをお勧めいたします。さて、今回は先日放送されたアニメジャッキャラ友崎くん第9話、仲間を揃えて最初の街に戻ると新しいイベントが起きたりするで初公開されたエンディングあやふわアスタリスクのフォア菊池風花、つまりエンディング菊池さんバージョンに関するお話です。声優としても数々の実績を残す菊池さんの CV、茅野愛さんですが、まるで本当に菊池さんが歌っているかのような少し小さめな綺麗な歌声でした。そしてそこから感じ取られる菊池さんの恥ずかしさやおしとやかさにもだえた方も多かったのではないでしょうか。第3話ではフォア泉ゆず、しばらく空いて第8話ではフォア七海みなみが公開されましたね。こちら2曲も神曲で歌詞が最高なので、その解説はこちらをご覧いただくとして、第8話から時間を空けずに第9話でフォア菊池風花のエンディングが初公開されたわけですが、その歌詞が公式アニメツイッターさんから明かされました。さて、いつも通りこの歌詞を原作部分と比較していきましょう。今回はアニメだけだといまいち要領を得ないので、原作勢向けのみに語っていきます。原作7巻までのネタバレを含んでしまうのでご注意ください。それではまず、生きている限りしおりは挟めない。止まらずに続く物語だについてです。読書家の菊池さんが人生を称えるならやはり本。その本、ここでは人生が止まらないことをしおりは挟めないと表現してくるのは神歌詞としか言いようがありません。そして原作6巻314ページからでは、リブラ、アルシア、クリスの三角関係の結末を決めてしまうことを怖がっている菊池さんの描写がありました。世界の理想か、自分の理想か、この2つの考えの狭間で悩んでいた菊池さんでしたが、人生や物語は結末が必要不可欠です。特に脚本を書いている菊池さんの途中放棄など許されません。物語を止まらずに続けなければならない。そんな思いを抱えていたことが読み取れるのではないでしょうか。そうして最終的に菊池さんは友崎くんの考えに一度納得した上で、それでも世界の理想に結末を導こうとした姿を知っている原作勢は涙間違いなしです。次です。繋がった気がして嬉しいな。気のせいだとしても嬉しいな。色のないはずの視界がカラフルに染まる。赤く、青く、黄色く、カラフルに染まる。まず前半3行ですが、原作1巻243ページからの菊池さんが初めて図書室で友崎くんに話しかけるシーンと 6.5 巻4章、言葉でしか知らない色、5章、日記帳2年目5月からを関連付けましょう。友崎くんがアンディ作品を読んでいる姿を見て、何もかも分かり合えるような幻想を抱く菊池さんからは、繋がった気がして嬉しい、気のせいだとしても嬉しいという感情が溢れ出ていますね。灰色の景色から抜け出そうともがき、カラフルに染まりたいという菊池さんの心情がここには反映されています。そしてこの歌詞中にある繋がったという表現ですが、原作3巻291ページを見ると、友崎くんとひなみがすれ違った決定的なセリフ、人とのつながりを課題とか目標で判断していることがおかしいのつながりと一緒です。友崎くんが菊池さんとのつながりを感じていて、実は菊池さんも友崎くんとつながった気がしていたという両者を踏まえると、この歌詞の尊さがわかると思います。そして後半2行です。ここの最大のポイントは、最後のハテナマークだと思います。前半3行のように、確かに菊池さんは友崎くんのようにカラフルな景色を見たかったのかもしれません。しかし、7巻303ページからのように、ポポルを目指して菊池さんがクラスで明るく振る舞うように努力する様、それが空回ってしまっている姿を見た友崎くんは違和感を抱きます。そこで友崎くんは、エンジンでもいいんだと、エンジンの住む湖で菊池さんなりのカラフルを紡いでいけばいいのだという趣旨の提案をします。それがツイッターでの仲間探しでした。つまり、この歌詞でのハテナマークは、7巻339ページの友崎くんのセリフにもある通り、酸っぱいブドウもあれば甘いブドウもあることを反映して、カラフルに染まる時もあればそうじゃない時もあることを伝えたいのではと解釈できませんか？かなり深いと思います。最後です。かすかに浮かぶ疑問符でも前のめりな気持ちに問いかけをしてくれる伏線になる。じゃあどうすればいいんだろう。ここには疑問符とある通り、先ほどのハテナマークと同様な解釈ができます。ポポロを目指して菊池さんの前のめりな気持ちに問いかけをしてくれるのが先ほどの友崎くんのエンジンでもいいんだという提案だということです。そうしてどうすればいいんだろうと悩む菊池さんは最初にも説明した世界の理想か自分の理想かどちらを取るのか悩んでいる姿に重なると思います。そして菊池さんが選び取ったのは何だったのか、友崎くんはどう説得したのかが原作7巻の結末になったわけです。さて、菊池風花の歌詞はいかがだったでしょうか？実は今回の歌詞は難解で時間がかかりました。特に最後の歌詞は原作9巻で明かされる菊池さんの
と捉えることもできるんじゃないかと深読みしています。このように他の捉え方もできると思うので、そういったコメントは大歓迎です。こういった感じで今後もジャッキャラ友崎くんに関してとことん邪推しまくる投稿をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、皆さんのコメントもお待ちしております。ではまた次回の動画やラジオでお会いしましょう。さようなら。